人はなぜ、勝てぬと知りながらも挑むのか。1983年、イタリアの名門ランチア、ラリーで世界を制したその名は、新たな戦いの海原へと漕ぎ出すのでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーのたまです。今回はイタレリ製、ランチア LC2 を制作しますよ。以前から気になっていた存在の海外メーカー、普段からお世話になっている上信で購入しました。日本語対応の説明書入りとのこと。ここまでがっつり海外の雰囲気を感じるキットは初めて。しかしお値段は強気で私の血管はピキピキしてございます。開封。と思ったら想像以上にテクニカルな開き方して文化の違いを感じます。なるほどなるほど。デカールは丸裸スタイルですね。一応保護シートはございますが、さっさと作らなきゃどうなっても知らんぞ。の圧がすごいです。日本の純正デカールとは製造過程が異なるのでしょうか。見慣れない質感に少し楽しみになってまいりました。袋越しでもわかる大雑把なボディカウル。パーツかと思えるほどのでかい針に言葉を失います。ボディ以外は適当かと思ってましたが、プラグコードらしきものがございました。タイヤとクリアパーツ。どちらも思ったよりも良い印象を感じます。特にタイヤは針も少なくレーシングスリックらしい形状。真っ黒なシャシー関連パーツ。やけにアンナーがぶっとくて、異国の風が私を飲み込もうとしているようです。説明書は想像以上にしっかりとした内容。日本語版の方が大きくて見やすくなっていました。しかしカーモデルの解説って開業したらダメな法律でもあるのでしょうか。どのメーカーもことごとく読む気力を削いできますよね。デカールの指示も良心的で、次のキットもよろしくね、という意思が伝わってきます。塗料の一覧は各メーカーに対応していますが、モデルマスターというメーカーは初耳でございます。品番がすべて4000番台というさんくささにゾクゾクしますね。ちなみに本国版ではデカール指示がカラー印刷でとても素晴らしい。なんだか大昔のゲーム機のロゴみたいで無性にかっこよいです。すっぱだかではあれなんで、一応袋に入れて保護しておきましょう。直接触れた途端に感じる武骨な質感。そして思い知るのでございます。今までの模型ビルドがいかにぬるま湯だったことを。いつもと同じカーモデル。なのにいつもとは違う黒に私の心は飲まれてゆきます。光を浴びても深みを返さない質感。私にはネオンサインのようにきらめいて見えます。驚異の幅広で分厚いゲート。ニッパーで切断するとパーツが割れそうでたじろぎました。ちまちまとナイフで分断。いろんな箇所に飛び出た突起物が指に刺さります。笑えるくらいにはまりませんね。これを日本のプラモメーカーがやったら支柱引き回しの刑ですね。削ってはめてを繰り返してようやくドアが閉まりました。もうちょっとヤスリで追い込んで調整しておきます。ダクト内部にも BMW のような針がございます。こういうのを見続けていると人間慣れてくるのがほんとすごいですね。どういう感覚でこんなでかい針を残したまま梱包しようと思うのか。ここまで来ると途方もないアイデンティティを感じます。配給パーツ様の筋金入り拷問器具、筋彫り専用器具。今回は久々に 0.25 の太いサイズを使います。もともとパネルラインが幅広で深いのですが、
少しだるさを感じるのでシャープにしてみましょう。無事に1箇所脱線した筋彫りが終了。裏打ちのための下準備。いつもよりも念入りに洗浄してきました。甲冑でもぶった切ってきたかのような刃こぼれ。いずれ研いでみましょう。エンジンやサスペンション等がないのでパーツは少ないですね。Amazon セールで無駄遣い。愛用の自転車のペダルを謎のメーカー品に交換。今まではペダルと靴を固定できる SPD ペダルだったのですが、ヨペとのんびりサイクリングだと脱着が面倒すぎました。そして年を重ねるごとに筋力が落ちてきて、フォームに自由度がない SPD ペダルだとお尻が痛くなってきました。それも尋常じゃない痛さで、ムエタイチャンピオンに思いっきりお尻蹴られたくらいに痛いんですよね。想像以上にでかくて派手になりました。20数年間ご苦労様でした。あなたよりも素敵なペダルにこの先出会うことはないでしょう。早朝なのにすでに汗だく。少し試乗してさらに汗だくになってきました。楽なフォームでのんびり乗れるペダルを堪能した後は下地処理の続き。ほぼすべてのパーツに針があるので時間の経過が気になります。こういう針が多数あるので集中しないと後々面倒ですよ。ホイールの処理も甘いのでゴーヤスリで丹念に削ります。私のように次から次へとキットを作りたい派には、こういうちまちました作業はちょっと酷なんですよね。針で塞がりかけてタスポークが開口しました。そろそろ何か違う作業をしないと私の精神が崩壊しそうです。一旦お片付けしてリセットしましょう。目立った傷や汚れもないクリアパーツ。しかし分厚くてスケール感は合ってない気がします。ヘッドライトレンズの精度は良く、修正が不必要だったので助かりました。ドアガラスは全くはまらなかったのでやすって修正。なんとかチーもぴったり。海外メーカーのキットは仮組みが必須だと思い知りました。これをぶっつけ本番で組み上げるのは自傷行為ですね。複雑な曲線を描くフロントウィンドウは修正一撃ではまりました。こうして見るとプロトタイプマシンは本当に独特な進化の道を進みましたね。あらまあ。マスキングテープがまたしてもなくなりました。最近消費が激しいですね。ランチ LC2 のメインカラーはホワイトのみ。この大役を任せるのはアルティメットホワイト。ガイアノーツ様が生み出した魂を揺さぶるホワイト。
シルバー系に塗装指示もございます。スーパークロームシルバー2がどこでも購入できる気軽さは素晴らしい。塗って終わりではなく間髪入れずに次の色を吹きます。シャシー関連はセミグロスブラック。ですが色のりが悪いので私はブラックサフを使用します。さあ今夜は何時にお布団に潜れるでしょうか。刻々と進む時計の針。1秒でも早く眠れるように作業をこなします。想像できますか？あと数時間後には出勤しなければならないこと。このフラットブラックを塗ってしまえば今夜は解放されます。3色こなしてこの時間なら上出来ですね。ガチャガチャで無駄遣い。シフトに合わせてエンジンサウンドが楽しめるそうです。同じ音やないかい。全部同じギアだとは。しかもほっといたら勝手にシフトアップする親切機能。ザクスピードも驚愕でございます。それではお次にデカールの時間でございます。この不思議な質感。水に浸しても剥がれるように見えない不思議。一番難易度の高そうな箇所から貼ります。フェンダーのダクト。ここに未知数のデカールをきれいに沿わすことができるでしょうか。イメトレするだけでドーパミンが溢れ出てまいります。失敗するなら早めに次の手に移れる方が効率的ですからね。このデカールの特徴がわかりました。薄くて丈夫で軟化剤にも強いです。しかし伸びがなく凹凸部分に沿わすのが困難。熱にも強いのですが、それでも伸びずに縮む素振りを見せたので止めておきました。仕方なくカットして先に進みましょう。タミヤ様のマークフィットをベタベタつけて慎重に押さえつけます。この作業なんか既視感あるなと思ったらランチアストラトスですね。ほんとランチ屋さんはもうちょい優しさのある形にしてほしいものですね。試行錯誤を繰り返して、この1枚貼るのに1時間くらいかかりました。しかもまだ後で修正が必要ですね。ちなみに反対側は30分を切るタイムで貼り終えました。人間の適応力は未知数でございます。この2枚がこのキットの最難関。なんとか全塗装せずに済みそうですね。NASA ダクトの内部もデカールで再現できます。最近この形状のダクトをあまり見ない気がします。空力の解析が進んでさらに最適なダクト形状を見出したということなのでしょうか。ドアにまたがる箇所は形状に合ったデカールなので楽ですね。ここまで来ると立派なマルティニカラー。相変わらずこのカラーリングはシンプルに見えて高難度。
ランチアのキットはデカールで悩むものが多い気がしますね。窓枠もデカールで再現できるようです。塗装した方が楽なのですが、今回は説明書の指示通りに仕上げてみましょう。これは見るからに後で修正が必要な形してますね。一瞬再起不能になるのではと焦りました。なんとか整ったと同時に癖もつかんだので先に進みましょう。窓枠をデカールで再現するにも内側まで足りてないんですよね。タッチアップくらい簡単ですが、クリア塗装しないモデラー様には酷な仕様です。黒猫が遊んでくれと要求しています。尻尾のビターンで床を破壊しそうな勢いです。魔女に使える高貴なる四足獣。何千年生きても袋と段ボール箱の魔力に歯向かうことなど不可能。賢者や魔女に仕える長き年月の中で、古代文明の攻防を見届け、星の運行を覚えた黒く美しい使徒でさえ、この半透明な膜の誘惑を論理で超えることは叶わぬようです。こうして黒猫は古の英知と野生の衝動を同じ体に宿しながら、今日も袋と下界の狭間を行き来します。ただしすべては晩ご飯までの暇つぶしなのでございます。1983年、ダリーの覇者ランチアは未踏の海原に漕ぎ出すようにグループ C へ挑戦します。フェラーリ製サニッター V8 ツインターボ。鋼鉄の心臓はマルティニカラーのマシンを時速350キロの世界へと押し出します。予選ではしばしばポルシェ956を打ち破りその名を轟かせます。しかし速さの陰には脆さがありました。熱に苛まれるエンジン。繊細すぎる足回り。そして一度狂えば戻らぬターボの息吹。勝利はいつも指の隙間からこぼれ落ちました。リカルド・パトレーゼ、ミケーレ・アルゴレート。ミルサンヌの闇を切り裂き、朝焼けのサルトを駆け抜けます。ただ全力で走ることの美しさ。1986年、ランチアは静かにグループ C から姿を消します。LC2 の物語はとても短く、その数年間、勝つためだけに生まれた機会をこの世に送り出し、そして夢を燃やし尽くしました。あの熱狂の時間は何だったのだろうか。あの空気を割る下級機の音とともに、サーキットの風の中に漂っています。デカールも張り終えた頃には空が朝焼けを迎えていました。早朝から全開の2ストロークエンジンを振り回します。2時間ほどで体力の限界を迎えました。脱水症状ギリギリから復帰してすぐにタッチアップを始めます。セミグロスブラックでデカールの届かない箇所を塗ります。後でクリアを吹くので案外適当でも泡は目立ちません。今回もガヤノーツ様の EX クリアに頑張っていただきましょう。
狂った外気温40度。数時間放置しているだけでカチカチに乾燥します。乾燥ブースよりも高性能な日本の夏。ほんと何度まで上がり続けるんでしょうね。研ぎ出しは4000番からスタート。思ったよりも塗膜が安定していたので6000番からでも良かったですね。タクト付近や複雑に湾曲した箇所は一切磨かないスタイル。そんなところ追い込んでもミスを誘発するだけです。ここまで塗膜が均一になればあとは楽なもんです。注文した1万番のサイズを間違えたようです。レンガのように分厚い紙やすにちょっと笑いました。でも案外つかみやすくて良いのかもしれませんね。8000番と1万番の施工シーンなんてぶっ飛ばし。ですがかなり良い状態の質感になりました。仕上げにセラミックコンパウンド。今回は広範囲なので消費量も増加したと思われます。研ぎ出されたボディは、まるで夜明けの水面に浮かぶ月の残像。その輝きは永遠を装いながら、美しくも大敗的。光は艶の中に沈み、影は甘く絡みつくのでございます。僻地を走り続けて数十キロ。突き刺す紫外線が私のメラニン色素を破壊してゆくのを感じます。何もない僻地の青空はただ澄み切って、圧縮と排気を繰り返すエンジン音が、溶け込むような青の深さをたたえていました。小さなヤギさんこんにちは。出迎えてくださったのでしょうか。と思ったら規制を上げて逃げてしまいました。やがて行き着いたのは見渡す限りの山々。季節によっては花粉地獄の渦中。のんびりとした時間の余韻を楽しみながら帰りましょう。パネルラインが幅広で深く違和感すごいのですミーレ。今回は少々コミカルに仕上げた方が模型映えしそうなので、ブラックの墨入れを施工します。フェンダーのスリットにも流し込みます。まだ白い箇所があるので後でタッチアップしなきゃですね。こういう作業は手軽に印象が変わるので楽しいですね。はみ出した箇所はエナメル溶剤で拭き拭き。綿棒はケチらずどんどん新しいのを使ってください。クリア後のタッチアップなのでミスっても簡単に拭き取れます。もちろんタミヤ様のエナメル塗料を使ってください。
急にお腹がペコペコになってきたと思えばもうこんな時間。ウィンドウパーツを仮組みするとどうも安っぽくて見栄えが悪かったので、ウィンドウパーツにも窓枠塗装をすることにしました。説明書には指示がなかったのですが、これは面倒ですが必須作業だと判断しました。フロントウィンドウの窓枠、思えば慣れたもので、たった数分の作業でこなすことができました。休日の市民プールはまさに戦場。流れるプールではなく流れる人。ロッカーの扉を開けるたび100円玉がカランと音を立てて消えていく。小銭のブラックホールか。業務スーパーで見たフランクフルトが1本500円のセレブ仕様。どうやらここは難民キャンプではなく、ドバイ級の高所得者専用エリアでございました。いよいよこのキットも仕上がりが見えてきました。初めての筋金入りの海外メーカーキット。かなり癖のある仕様かと思いましたが思いのほか楽しんでございます。ボディのフォルムが自社とは違い随分とずんぐりした印象ですが、これもマニアックな車種をキット化してくださった感謝が勝ります。私が持っていた印象では、説明書は謎の象形文字で書かれており、パーツ番号は純不動、ゲート跡は火山の噴出高級、フィッティングに関してはお互い歩み寄りましょうか、レベル。異国文化の相違から学ぶ必要があるのかと思っていました。ですが作ってみると、こだわらなければ全然普通という印象でした。この至れり様は相当マニアックなラインナップを展開しておられるようです。その至れりは1962年、ジュリアーノ・マルセビージと、ジャンピエトロ・パルメッジャーニの2名によってボローニャ近郊で設立されました。当時の既存の模型に満足できず、自分たちで理想のモデルを作ろうとしたのがきっかけです。創業当初の社名はイタルスタンプ。最初のキットはイタリア製戦闘機、フィアット G55 でした。その後社名をイタラーレイに変更し、10年後により発音しやすいイタレリに変更されました。2012年で創業50年を迎え記念書籍も発行されたそうです。多岐にわたるスケールモデルを展開し、カタログには600以上のモデルがあり、全製品数は約1500点とも言われています。キット化するモデルの歴史的背景、構造への交渉と高精度なモールド設計が世界中のモデラーから愛されているようです。最終組み立てを進めていると問題が発生しました。こんなシャフトなんて入ってなかったんですよね。説明書で確認するとまさかのプラシャフトらしいことが判明。なんとなくモールス信号で SOS を発信。気持ち悪い規制を発しながらゴミ箱を漁ること数分。どう見てもこれパーツではなくランナーの一部でしょう。明日の朝には最終処分埋め立て地域直前の回収劇でございました。ことごとく穴という穴はすべて拡張してございます。このシャフトをプラで済ませてしまうイタリアの芸術性。そして力の入れる角度を間違えると一瞬で折れる工程。ここに来て一気に疲労度が爆上がりしました。
飾り気のない超絶シンプルな構成なのに、やけにかっこよく見える写真周り。単純な形なのでバランスを調整する必要がないのも楽でいいですね。誰も知らない遥か彼方。海を越えた先にイタリアという暖かい国があるそうです。そこは詩人の言葉ですら表せないほどに美しいと聞きます。そこで生まれた一台のマシン。芸術のようなフォルム。白氷のように輝く配色。一撃の速さは時に風よりも鋭く、時に光よりも鮮烈でした。ようこそお越しくださいました。そして思い知るのでございます。勝利がすべてではないことを。灼熱にも解けない信念を胸に、彼らはサーキットを駆け抜けます。しかしロングディスタンスの勝利だけは決して手に入りませんでした。なぜだろうか。速さとは何だったのだろうか。あの熱狂の時間は何だったのだろうか。LC2 は交差する過去と未来の狭間に消えていきました。もしかしたら存在しない方が良かったのかもしれない。それは悔しくて、本当に悔しくて、世界で一番綺麗だと思ってしまったから、あまりにも魅惑的で、感動的で、完璧でございました。近代クラシックのように色あせることのないフォルム。今も LC2 はいくつかの個体が世界の片隅で静かに眠っています。博物館の片隅、あるいはひそやかなガレージ。そこにたどり着けた者だけがその姿に再び出会えることでしょう。その時、どうか心にしまっておいてください。手が染まる頃にきっと思い出すはずです。強烈な一撃の速さとは何か。悔しいほどの美しさとは何かを。それではいずれまたお会いしましょう。ランチア LC2 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。